こんにちは。パソコン専門チャンネルのザ・比較です。今日は価格は抑えたい、でもディスプレイだけは妥協したくないという方にとっておきの1台をご紹介します。それがこちら、レノボの IdeaPad Slim 5A Gen 11 16型 AMD です。この機種は有機 EL 搭載モデルが増えている今では珍しい 100%sRGB の液晶ディスプレイを選べることが特徴です。ただ実際の品質はスペック表だけではわからないため、今回自腹で購入してチェックしました。なおこの製品は有機 EL も選べますが、今回はあえて 100%sRGB の液晶にしています。その理由は後ほどご説明します。それではディスプレイの品質はもちろん、使い勝手や性能まで実機で詳しく検証していきます。それでは早速この PC の魅力であるディスプレイについてお話しします。この機種、なんと 2.8K 有機 EL、 100%sRGB の 1920×1200 液晶、 45%NTSC 液晶などから自分の用途に合わせてディスプレイを選べるんです。最近のトレンドだとやっぱり有機 EL でしょと思うかもしれません。確かに 2.8K 有機 EL は色鮮やかで黒が引き締まり、表示が非常に綺麗です。でも今回あえて有機 EL を避けました。理由は3つあります。1つ目は、今回の PC で選択できる有機 EL は光沢であること。照明や自分の顔の映り込みが発生するので、テキスト中心の作業だと見にくく感じることがあります。2つ目はフリッカー、ちらつきです。長時間作業では目が疲れやすくなる原因の一つになります。そして3つ目がテキストフリンジの問題です。現状ほとんどのノート PC の有機 EL パネルはペンタイル配列を採用しているため、文字の縁がにじんだり色が混じって見えたりするテキストフリンジという現象が発生します。 2.8K の解像度ならまだしも 1920×1200 の有機 EL はこのテキストフリンジが結構目立つので、テキスト中心の作業が多い方にはあまりおすすめしません。そこで私が今回購入するにあたって選んだのが、これらの問題がない、または低減できる 100%sRGB の液晶です。まず色域を確認してみます。 i1 ディスプレイプラスで計測してみたところ、 sRGB カバー率は 99% とほぼ交渉値通りの数値でした。次はガンマ補正曲線をチェックします。光の三原色の赤、青、緑の特定の色が強く発色したりしていないかを確認できます。たまに青白く見えるディスプレイがあると思いますが、あれは青が強めで他が弱めに発色しているケースで発生します。今回のディスプレイのガンマ補正曲線はどの色も1対1に近い直線となっており、ほぼ補正がありませんでした。このことから特定の色が強く発色しているということがなく、自然な発色であることがわかります。次は非光沢の表面の凹凸によるギラつき具合を確認してみましたが、こちらもほぼ気にならないレベルでした。またフリッカーが発生していないかもフォトディテクターと PC 接続のオシロスコープで確認してみましたが、こちらも発生していませんでした。このように特に問題のないディスプレイだったので非常におすすめできます。有機 EL ほどではありませんが、比較的色鮮やかな発色なので画像や映像が綺麗ですし、しかも非光沢でギラつきやフリッカーもないので文書作成などもしやすいです。しかも 45%NTSC の液晶からこの 100%sRGB の液晶へアップグレードするにはわずか3300円の追加で済むのも嬉しいです。なお 45%NTSC の色域はこのくらいで、 sRGB カバー率に換算すると 60% 台半ば程度なので表示できる色の範囲が大きく異なります。ただこの PC の 100%sRGB 液晶は解像度が 1920×1200 と標準的です。高解像度ディスプレイが欲しいという方には残念ながら適しません。この PC は他にも 1920×1200 の有機 EL や 2.8K 有機 EL も選択可能です。 1920×1200 有機 EL だと先ほど言ったテキストフリンジがやや目立ちますが、 2.8K 有機 EL ならそこまで目立ちません。光沢仕様で一般的な有機 EL パネルと同様にフリッカーが発生する可能性がありますが、 2.8K 有機 EL も割とおすすめです。
より綺麗な映像で動画を視聴したいといった方はこちらでもいいでしょう。ただプラス3万3000円と割と高くはなります。また本製品は16インチと画面サイズが大きいので、現在流行りの14インチディスプレイと比べると文字が大きく表示されます。せっかくスマホではなく PC で操作するので文字は大きい方がいいという方や、年齢とともに近くが見えづらくなってきた方などにもおすすめです。次に外観と使い勝手を見ていきましょう。ボディはアルミ製で低価格モデルであることを考えると質感が良いです。質量は使用値だと最小構成で約 1.69kg ですが、今回の構成を実測したところ 1.84kg ありました。16インチというサイズ感も含め、持ち運びよりは据え置きメインでの運用がおすすめですね。キーボードはキーストロークが約 1.3mm で、キートップが指に馴染みやすい形状になっているため指にフィットして打ちやすいです。10キーも搭載されているので Excel などで数値入力が多い方には嬉しいポイントです。ただ半角全角キーやバックスペースキー、エンターキーが少し小さめなのと、10キーがある分ホームポジションがやや左寄りになる点だけ慣れが必要かもしれません。インターフェースは優秀です。 USB-C ポートは 10Gbps 対応で、映像出力やパワーデリバリーにも対応しています。 HDMI 端子も 4K 出力が可能ですし、マイクロ SD カードスロットまで備わっています。続いて内部を見てみましょう。メモリはスロット式なので交換が可能です。もし後からメモリ容量が不足するなと感じたら、自分で交換して容量をアップさせることができます。搭載されている SSD はタイプ2242で十分な速度が出ています。注文時に寿命が長くて速度も安定している TLC の SSD を選択できるのも地味ですが非常に嬉しいポイントです。さらに搭載されている SSD の他にタイプ2280の M.2 スロットがもう一つ空いていて、 SSD の増設まで可能です。試しに手持ちの PCIe Gen 4の SSD を挿してみたところバッチリ認識しました。ただし空いているスロットに関してはRyzen AI5-430 や Ryzen AI7-445 の場合はレーン数の関係で速度が約 3500MB/s に制限される点にはご注意ください。 Ryzen AI7-450 モデルの場合は海外の仕様を見る限りでは大丈夫だと思われます。なおパーツの交換増設は自己責任でお願いします。次は一番注意していただきたい CPU 選びについてです。この PC ではRyzen AI5-430、Ryzen AI7-445、Ryzen AI7-450 が選べますが、名前が似ているからといって適当に選ぶと後悔します。特に Ryzen AI7-445 と450は同じ Ryzen AI7 でも GPU 性能に大きな違いがあります。3D マークスチールノマドライトのスコアを見ると、この2つの CPU には約2倍の差があります。日常作業や動画視聴中心ならどの CPU でも構いませんが、フル HD クラスの動画編集や軽めのゲームをプレイしたいと考えているなら迷わず Ryzen AI7-450 を選んでください。純粋な CPU 性能の差はこのようになっています。Web 閲覧やオフィス中心なら Ryzen AI5-430 で十分な性能です。複数のアプリを同時に使うことが多い方やCPU 性能に少し余裕を持たせたい方は Ryzen AI7-445 がいいでしょう。動画編集など負荷のかかる作業をするならやはり Ryzen AI7-450 がベストです。静音性についてはアイドル時は約 20dB でほぼ動作音はしません。動画編集などの負荷をかけても約 27dB と非常に静かです。表面温度も重いゲームでもしない限りはそこまで熱くなることもなく快適に作業できました。いかがだったでしょうか。今回 IdeaPad Slim 5A Gen 11 16型 AMD の自腹レビューをお届けしました。 PC 価格が高騰している昨今、 Ryzen AI5-430 16GB メモリ 512GB SSD の構成でディスプレイを 100% sRGB へ変更しても約13万円です。ただ動画を作っている最中で14万円ちょっとまで値上がりしてしまいました。ちょっと悲しかったですが、セール次第でまた安くなるでしょう。安く済ませたいけれどディスプレイの質だけは譲れない。
画像や動画をきれいな表示で見たいし、資料作成なども快適に行いたいという方には、この PC の 100%sRGB1920×1200 液晶のモデルが現時点で有力な選択肢の一つだと自信を持ってお勧めします。メモリ交換や SSD 増設といった将来性があるのもいいですよね。この製品が気になった方は、概要欄に公式サイトや詳細レビュー記事へのリンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてください。また、この製品について気になる点があれば、お気軽にコメント欄にご記入ください。最後に、当チャンネルでは、他にもパソコンレビュー動画やおすすめ PC を紹介する動画をアップしています。PC 購入の失敗を防ぐためにも、ぜひチャンネル登録をしてチェックしていただけると嬉しいです。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。